ね、さすがハイパフォーマンス版という感じもします。19インチのオプションが入っています。センターのところにディフューザーのフィンが立っていて、そしてインテリアがものすごいかっこいいんですけれども、大人はあるかなと。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちら BMW の M235X ドライブグランクーペです。すでにですね220と 220D ご紹介してきましたグランクーペなんですけれども、最上位モデルということでですね、エクステリアとインテリアが少し違うので、こちらご紹介していきましょう。チャンネル登録と高評価で応援してください。1層目、2層目、トップコート。いやー、大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあグランクーペということで、こちらフロントフェイスご紹介していきたいと思います。すでに220と 220D のベースグレードの方のご紹介してまいりましたけれども、この M235 になってくるとグリルの中の表情が変わります。実はですね、このグレードに関してはこの気取りグリルが光りません。あら、そうなんだ。こっちこそ光ってほしいのにっていう感じがしますけれども、やっぱりね、こうまとまり感もありますし、この黒っていうので締めてるのかもしれないですね。このグリルの中はですね、横フィンになりまして、結構開口部をしっかりと開けた表情になります。これね、もう熱いですね。さすがハイパフォーマンス版という感じもします。そしてここに M のエンブレムが入ってきます。実はですね、フロントフェイス、サイドフェイスともにですね、この M はベースグレードとあんまり違いがありません。で、ここぐらいですね、本当にフロントでいうとこのグリルの中の表情が違うぐらいで、この横のガーニッシュであったりとか、このアンダーの開口部であったりとか、こういったところにもですね、ベースグレードとの差というのはあんまりないんですね。なんですけれども、ベースの 220D に関しましては、この気取りグリルの中がイルミネーテッドされていて光りますであったりとか、少しエレガントな仕様になっているというのはあると思います。このグリルの表情だけでこれだけの佇まいの差っていうのを出しているのはすごいことだなっていうふうに思いませんか？そして先ほどお借りしたですねボディカラーに対しまして、このですねM235 に関しましてはですね、トレンドのスモーキーなカラーを使っているというのもポイントかと思います。この辺はぜひね、お好みの色を選んでいただけたらと思います。ほとんど変わらないと言いましたこちらの M235 なんですけれども、実はですね、このミラーが違うんですよ。で、このミラーがですね、空力ミラーになっているというのが結構このね、大きな存在感を出しています。ここにですねフィンも入っておりまして、さすがハイパフォーマンス版といったような表情になっております。これ前から見ると形が全然違うので、ぜひですねこちらの方、見比べていただきたいなと思います。はい、それではサイドビューです。これはですね、ベースグレードの方にもお話ししましたけれども、非常に伸びやかで美しいラインです。さすがグランクーペといったような感じです。前幅が1800に抑えられているのはこの235も220も同じなんですけれども、その前幅を感じさせないような前長の伸びやかなラインというのが、さすが欧州車といったようなしつらえも感じます。特にこのリアの伸びやかなラインっていうのが、このねスリークな傾斜ラインっていうのがさすがだなという感じがするんですけれども、私実はクーペタイプの車所有したことないんですけれども、これはね、これエイジングなんですかね自分の感性なんですかね、すごい綺麗、すごい欲しいなと思いながら、うっとりしながら撮っているといったようなナウでございます。ここにね2という数字が入っておりますけれども、この X2 とかもそうなんですけれども、 BMW この C ピラーであったり D ピラーであったり、こういったところにモチーフを持ってくるのがとっても上手です。これによって少しキャラっぽいというかね、お茶目な感じも演出しているかなと思います。さあタイヤとホイールです。このタイヤに関しましてはベースは18インチなんですけれども、こちらの235に関しましては19インチのオプションが入っています。19インチになるとこのようにタイヤのデザインも変わりますし、やはりねここ少しですね詰まった感じになってとってもおしゃれです。ぜひですね私がもうすでにお届けしている220の方の内外装と使い勝手ご覧いただきたいんですけれども、やはりちょっとショルダーが丸いのが残念かなとは思うんですが、この車格で19インチね、ちょっと当たりとか心配かなと思うかもしれないんですけど、その辺はこうドライブフィール編でお届けしていきたいなと思います。結構ねこう黒の部分が多くて、縁の方にですね白を持ってくることによって遠心力でね広がってるような感じに見えるっていうのもおしゃれかなと思いました。そしてちょっとねノーマルグレードで物足りなかったこのキャリパーのところにね、ちょうど見えないけど M の、マークが入っております。はい、そして最もですね印象を変えているのがリアビューだと思います。
このスポイラーがついてるんですよね。でノーマルグレードはここがつるんとしている通常のそのトランクリッド形式になってるんですけれども、ここにちょっとしたスポイラーがついていることによりまして、非常にスポーティーな雰囲気を漂わせていますし、このねセオリーでいくと、空力セオリー、最近のね空力セオリーでいくと、このスポイラー形状が一番パフォーマンスが出るというデータを出しているメーカーが多いので、その辺はですねさすがっていうところを期待していきたいなと思います。空力の方もねレビューしていきます、次の動画で。ライトの形状も220と変わりませんけれども、ここに M のマークが入っただけでですね、もう M マジックにかかってしまうのはなんででしょう。このロゴのカラーリングとボディカラーってものすごくモダンに見えるんですけど、皆さんどう思われますか？さあ、そしてスポイラーと同様ですね、このディフューザーの形状も通常モデルと変わります。通常のモデルだとここにディフューザーがついてるんですけれども、センターのところにディフューザーのフィンが立っていて、そしてさあ深淵のマフラーが4本出しになります。これがめちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃリアビューを際立たせていると思いませんか？このリアビューだけでパフォーマンスをね表していくカーデザインって面白いなと思いますよね。さあ、それではインテリア見ていきたいと思います。もうインテリアこそ235のすごい欲しくなる魅力だと思うんですけれども、同じくですねグランクーペなので、もともとベースが非常にいいというところはあると思いますけれども、同じくハーマンカードンのですねオーディオが入っております。そしてインテリアがものすごいかっこいいんですけれども、はい、このですね235エクストライブに関しましては、この M のですねスポーツシートが標準装備になっています。なのでもう乗った時からめちゃくちゃかっこいいっていうねこれが標準装備に入っていて、しかもハイパフォーマンスで価格もね700万超えているので、それなりにっていう感じはしますけれども、その値段にふさわしいですね演出がちゃんとあるかなと思います。でスカフのところにも M のマークが入っていて、それからこのねインパネと相まってステアリングも特別なものになります。センターのマークがあるステアリングになっています。スポーツステアリングですね。さあ、それでは乗りましょう。乗り込むとですね、もうそのインターフェースも M になっているんですね。なのでとっても M 的で、しかもほらライトも M になってるじゃない。すごいすごい。これデフォルトで M の、ライティングがあるんですね。でさらにこのグランクーペはカードキーも選べます。物理のですね大きいキーもあるんですけれども、それではなくてこのカード1枚で始動、それからストップ、もちろん正常解除ができるっていうね。すごい良くないですか？このカードでもう未来ですよねはい、という感じでここも M ですし、またよく見るとステアリングの中にもですねこの M ステッチが入っております。そしてシートももちろんそうなんですが、その向こうですねシートベルトも M シートベルトになっているといったような感じで、とってもおしゃれです。よく見るとこの M のロゴの下にですねステッチも入っていたりとかもして、こういうパイピングもおしゃれだなという感じがします。なのでこの辺のしつらいはねあんまり変わらないんです実は。だけどこのインターフェースとかライティングでうまくその M の雰囲気を出しているのもすごくラグジュアリーだなと思いました。それではスターターはここにありますので押してみたいと思います。おー、いい音しますね。ゴーンって言いましたけれども、はい、といった感じでですね、インターフェースが OS9 といって最新世代の第9世代のねインターフェースになっています。でこれは1枚のですねガラス板をつなげたもので、今までの BMW モデルよりも縦長が少し大きくなりました。なので視認性も非常に高いですし、このステアリングの向こう側にねよく見えるようになっています。でさらにこの辺もすごく綺麗になっていて使いやすいよというのと、この OS の9に関しましては外部のアプリを使えるようになっているので、 Alexa であったりとか Android Auto、 もちろん Apple CarPlay が使えたりとかしますし、アプリでですねほらこれパーソナライズもできるんですね、長押しするとね。で自分でショートカットを作ったりもできるし、またこの中でですね実はそのNetflix とか YouTube とかそういったものも見れるようになっています。でこのエクステリアライトもそうなんですけど、インテリアライトでこの辺のですねライトを変更できたりもするんですよね。なのでこういうねカラーを選んだりとかもできますし、夜はねちょっと眩しくて嫌だっていう人は夜は減光したりとかもできます。ライト演出、なるほど、こういうのもあるということですね。なるほど。
結構ねだからいろんなことができるし、ここにまずねアンビエントライトがちょっと夕方になってきたのですごく見えやすいかなと思いますけれども、こういうところにアンビエントライトが入っていたりとか、ここも光ったりとか、すごいね光の演出が綺麗なんですよ。なんか一昔前はこういうの BMW やってなかったよねっていうところがたくさん入っているっていうところも魅力かなと思いますし、さすがねベースモデルと全然雰囲気が違うなっていうところもこの200万円違うっていう価値をね見出すところだと思います。はい、そしてリアシートなんですけれども、リアシートももちろんしっかりとですねこのように、ね、赤と黒でコントラストの強い、はい、リアシートになっています。で実際に入ってみると後部座席からの視界はこんな感じになっていて、前回ですねお届けしたノーマルシートとやはりこの辺の視界が少し変わってやや圧迫感を感じるようなのはしょうがないですね。もうねその形ですから。はい、なんですけど実はですねヒップポイントがめちゃくちゃ高いんですよ、前に比べて。だから座ってて意外とですよ、その前に関してはあんまり圧迫感がないんですけど、逆にこっちこのヘッドクリアランスがこのようにですね割と結構なんですよ私が162センチでこれぐらいなので、もうちょっと大きい人は割とこう窮屈さを感じるかなっていう。だから前の圧迫感よりもここの圧迫感の方が大人はあるかなという感じはします。あとここも結構ね顔の横も割と、シュリンクしているので、顔の目の横にもこのピラーが来てしまうので、ここはさすがその2シリーズだなっていう感じはするんですけれども、とはいえこの車はですねそんなに後ろの席を日常ユースで使う人が買う車ではないかなとも思いますので、ここはですねもし日常的に4座使いたい5座使いたいっていう人はですねリアにも座って確認してもらえるのがいいかなと思います。自分で施工でこの効果シラザン50。はい、というわけで今日はこちら M235X ドライブグランクーペをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱりね最上位にふさわしい風格がありました。特にねドア開けた時のハッとした感じ、こちらはぜひですね販売店の方でも見ていただきたいと思います。それではですね一般同市場この後にお届けしてまいりますので、皆さんぜひこのグランクーペシリーズね、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。